はい、こんにちは。今回は本格的にフェムとの転生について深掘りしていこうと思います。この時のゴッドハンドたちや深淵の神、グリフィス自身の言葉から今後に関わる重要な発見がありそうです。それでは行ってみましょう。まず、ショクが始まってすぐのボイドの言葉に注目してみましょう。かなりしあの時、あなりしかの地へよくぞ集った。人の作りし神ならざる神の子羊たちよ。この聖なる野菜、存分に味わうがよい。ここでボイドが人の作りし神ならざる神と言っているところが印象的です。ここで言っている神というのは、ゴッドハンドではなく深淵の神だと思うんですよね。人が作った、つまり人間の共有意識の暗黒面から発生したのが深淵の神ですし、ゴッドハンドもまた深淵の神の意志の執行者なので、だとすれば神ならざる神と言っているように、深淵の神は人が作ったものであり、神と言っていい存在なのかどうか微妙ということも匂わせているんですよね。このボイドのセリフはそもそもとても曖昧な表現になっているところも興味深いです。かなりしあの時、あなりしかの地という時間と場所の表現自体がかなり謎です。これは宇宙においては存在しない時間と場所のことを表現しているということなんでしょうかね。ところで、ショクという現象自体は閣僚で起こっていると考えていいのでしょうか。背景に闇の思念が渦巻いているのが見えるので、もしここが閣僚であっているのだとすれば、その中でもかなり深い場所にあると考えて良さそうです。現実的な距離感で考えても意味はないかなとも思うんですが、閣僚の構造がどうなっているのかってすごく興味を惹かれるので。話を戻しまして、この時点でボイドは深淵の神の存在を表現しているので、幻の83話がお蔵入りになった理由をここでもう一度考えてみると、単純にボツにするということはまずありえなさそうです。ただ設定は多少変更させていく可能性はあったかなと僕は考えています。20年ほど前に書かれたものですし、その後の連載の間に変わっていくということは十分にあり得るかと思います。それではフェムトについて調べていきましょう。まずはフェムトという名前について調べてみます。これはコメントで以前書いてくださってた方もいらっしゃったんですけど、数の単位で10のマイナス15乗を表します。0.00000ってやつですね。これが分かった時、真っ先に思いついたのがボイド。ボイドは英語で虚無という意味ですし、ゼロと言ってもいいと思うのですが、ここから考えるにフェムトはボイドに限りなく近いという印象を持ちます。高校の数学で数列ってあったじゃないですか。こういう表記があったと思うんですけど、まさにこのイメージですよね。このネーミングから考えるに、フェムトはボイドにかなり近い因果を持ったものという設定なのではないかと思われます。拷問されたという設定は完全に一緒ですし、一つ決定的に違う部分がグリフィスは受肉したということなんですよね。ゴッドハンドへの転生が216年に一度起こるという現在の設定に例外がない限り、ボイドの転生はフェムト転生の864年前になるので、136年の差ができてしまいます。なのでグリフィスの前に受肉したのは1000年前に大陸全土を席巻したガイゼリックだったのではないかという予想を以前立てたんですが、まあここに関してはどうしても想像の範疇を出ませんね。一度この辺りのことを年表とか整理して動画にしたいと思います。さすがに自分でも妄想と現実に描かれていることと、これは描かれてないけど確実だろうという点がこんがらがってきました。ショクの最初、ベヘリットが血の涙を流すシーンを見ていきます。世界が一変し、グリフィスのゴッドハンド転生のためのショクのフィールドが現れるのですが、この時ガッツに担がれているグリフィスもまた血の涙を流しています。ベルセルクの世界観の中でも重要な謎の一つがベヘリットだと思うんですけど、グリフィスのショクの時は少なくとも転生する人間の感情とベヘリットがつながっているような印象を受けます。ショクが始まる前にはグリフィスは普通に泣いていただけで血の涙は流していなかったので、グリフィスの絶望と血液がベヘリットを発動させ、その後はベヘリットとグリフィスが相互的に影響を与え合う状態になっていると読み解けます。また幻の83話の直前82話で
転生を決意したグリフィスが鷹の団の生贄たちの死を感じながら深淵の神の元まで降りていきます。その際、闇の思念のるつぼ、もしくは深淵の神自身と思われるものから無数の水泡のようなものが浮かび上がってきます。グリフィスはこれをベヘリットかと推測しており、その後おそらくは深淵の神のセリフで、それは飛沫、この海より常世へこぼれ落ちた念の雫、異界への呼び水と言っています。このセリフからも先ほどの水泡の正体はベヘリットで間違いないと思われ、さらにベヘリットは深淵の神にほど近い闇の思念のるつぼからうつよと閣僚をつなぐためのものとして発生していることがわかります。24巻フローラのベヘリットに関する説明で、ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在がうつよに使わしたものですとありますが、この高位の霊体とは人間の運命をも司るという説明から深淵の神を思わせます。この表現はゴッドハンドかとも思ったのですが、彼らは運命を司る神の意志の執行者でしかないので、ここの表現では深淵の神を指していると考察します。そしてそれ以上の存在の部分に強調を表す点が付けられています。であれば深淵の神以上の存在がいると考えられるのではないでしょうか。以前ガニシカのキャラクター考察の後編で、ガニシカの最後の時にフェムトの姿になったグリフィスが語るセリフから、グリフィスが背負っている光とは深淵の神ではないのではないかという考察をしましたが、そのシーンとも符合する内容ですよね。つまりベヘリットも深淵の神が司っているものではない可能性があります。そもそも深淵の神は人の思念の暗黒面の核として発生していますので、その前に人の思念のるつぼと呼ばれる渦を作り出すきっかけとなった何かシステムのようなものが必要になってくると思うんですよね。そこについての表現はまだまだこれからだったんでしょうけど。先ほどの82話でもう一つ見逃せない点が、グリフィスが深淵から昇ってくるベヘリットを目にする前、2滴の水滴を目撃します。深淵の神曰く、この雫はグリフィスが最後に流した涙の結晶。深淵の神は続けます。人は自らを引き裂くほどの苦痛に直面したとき、心を凍てつかせる。その前のページでグリフィスの脳裏を鷹の団のメンバーたちが残虐に葬られていく様が描かれていますが、その時グリフィスは何も感じていません。ゴッドハンドになることを決意した彼は、深淵の神が言うように心を凍てつかせ、何も感じない状態、つまり前の転生の道を歩んでいるところなのでしょう。そして深淵の神に望むままを行うことを要求された彼は翼を望み、フェムトに転生します。いや、ここで言いたいことはですね、僕も読み返してて気づいたんですが、この水滴は最後の涙じゃないですよねってことなんです。最新話の最後のコマで月下の少年から変身したグリフィスはしっかり涙を流しているじゃないですか。つまりこの最新話は深淵の神の因果のコントロールがいよいよ外れてきたということを意味する回なんじゃないでしょうか。と考えると本当にものすごいところで終わってますよね。ここから大きな展開が待っているのは確実だと思うんですよ。いや、ほんと見たいわ続き。しかしそう考えてみると、キャスカとガッツって最初から深淵の神の因果のコントロールの外にいる存在なんじゃないかと思えるんですよね。グリフィスの受肉のよりしろになっているのがキャスカとガッツの子で、それにグリフィスが魔界の命を吹き込んでいるので、それが原因でグリフィスは2人の子と一体になる形で受肉し、深淵の神の因果を裏切る涙を流した。キャスカとガッツって本当に何者なんだろう。今後の予想としてはこの2人を原因にして因果の歯車がどんどん崩れていくのではないかと思います。グリフィスが自ら深淵の神の因果から外れていくように動いていくこともあり得るのではないかと考察します。ちなみにフェムトという単位ですが、漢数字表記では1主湯と書くそうです。この主湯という言葉には別にしばらくの間という意味もあるそうです。もしかするとグリフィスがゴッドハンドでいる期間というのはしばらくの間。ということで、食考察第4回フェムトについてお送りしました。この辺はこの物語の根幹に関わってきそうなので、まだまだ考察が必要ですね。しかし設定の部分を考えていくと毎回頭がぐっちゃぐちゃになりそうです。さっきも言いましたけど、年表とか出しながらまとめていく必要性を感じてきました。いや、今更ながらベルセルク超ディープ。
これからも考察頑張っていきます。それではご視聴ありがとうございました。